もし、普通の人が無人島に漂着したら、どうやって生き延びればいいのか。運悪く、この無人島に流れ着いたら、どうすればいいのか。私が教えます。僕は、小林です。サバイバル系の動画投稿者です。今回は、4000キロ以上移動して、インドネシアの見知らぬ小さな島に来ました。実践的なサバイバル知識を始めましょう。最初のステップは安全な住居を見つけることです。では、安全な住居とは何でしょうか。風が弱く波が届かない場所です。あちらに住むと夜はとても過酷になります。このような砂浜には絶対にキャンプしてはいけません。夜になると通りが上がる。ですのでキャンプ地は少し内陸側に設営します。このような場所が適しています。砂浜からは距離を取りましょう。1時間もかからず簡易的なシェルターが完成しました。緊急用としては十分です。もし長期間滞在するなら漂着したゴミと木の葉などを使ってより良いシェルターを作れます。次は焚き火を起こします。この浜辺で材料を探しましょう。何か見つかるはずです。暑すぎる。ここは日陰がある。少し休憩しよう。火起こし用の材料はこの砂浜を探せば見つかる。ほら、いろいろある。例えば、こういう木片とか。でもこれは硬すぎてダメだ。もっと使いやすいものを探そう。これは少し微妙だ。竹は必ず割っておく。その方が使いやすくよく乾く。中はまだ湿っている。ほら、水分が残ってる。次に乾いた草を用意する。これはもう十分乾いてる。使えそうだ。ここで材料を取る。火起こしにはこういう細い繊維を選ぶ。細くないと火がつかない。部片を割って取り出す。これで部片が2本できた。こうやって挟み込む。ここに少し隙間を作って、そこに加工をこの隙間に入れる。部片の上で強く擦ればいい。この部分を削るようにする。しっかり固定して、もう一回やってみよう。ああ。ははは。はい。ほら、やっぱりこの場所は湿気が強すぎる。本来ならすぐ着火できるはずなんだけど、
普遍での火起こしは僕はかなり慣れている。でも海辺はもともと湿度が高いだから少しでも乾いていないと一気に難しくなる。竹の摩擦以外に火を起こす方法はいくつもある。流れ着いたグータやロープもある。それらを使って回転式の火起こし装置を作ることもできる。次に考えるべきなのは水の確保だ。無人島には飲める淡水がない。つまり淡水の確保は最大の問題になる。淡水を確保できた後にここで生き延びることができる。うわ、これは高すぎる。もし登ったとしても滑って落ちたら命に関わる。だからヤシの実を取るのは考えない。別の方法を考えよう。こうして落ちているヤシの実も良さそうなものは見つけない。無人島では野生のミネラルウォーターが拾えることもある。海流に乗って流れ着いたものだ。本当に喉が渇いて死にそうならそれは命を救う存在になる。ボトル内の淡水を集める以外に雨水を集める装置も作るつもりだ。ああ、バケツを拾った。これは水を溜めるのに使える。これは誰かが飲み残したボトルだ。無人島にはまだたくさんある。すべて集めておこう。飲める水はすべて集める。この自家製アイスティーも例外じゃない。しっかり保管しておく。特に注意すべき点は、この2種類の水は緊急時以外は飲まないでください。拾ったミネラルウォーターは特に慎重に扱う必要があります。淡水であることを確認し、必ず煮沸してから飲みます。拾ったバケツで雨水収集装置を作ります。切る道具がなければ割ったガラス瓶でボトルを切れます。こうしてボトルが何本か用意できました。キャップを外して口を内側に向けて設置し、これで雨水収集機の完成です。できるだけ多く作りましょう。雨水を多く集められるから。今はまだ雨が降っていませんが、いつ雨が降るかは分かりませんから、少なくとも8から10まで子は作るべきです。雨水収集装置を用意すれば、一度の雨で約20リットル集められます。これが簡易的な雨水収集装置です。あとはしっかり固定するだけ。雨がボトルに落ちると、水はそのままバケツに流れ込みます。よし、安定してる。全体はこんな感じです。もし収水量が少ないと感じたら、同じボトルをもっと作ればいい。今日は雲がかなり厚いから雨が降る可能性は高そうです。だから、この装置は本当に無人島に漂着したら作るべきものです。僕が教えられるのはここまでです。住居作りや水の確保についてでした。食料の確保については今回は取りません。過去の動画ではすべて実践経験に基づいた実用的な狩猟方法を紹介しています。そうだ、もう一つ大事なことがある。ずっと無人島に閉じ込められるわけにはいかないですよね。通りかかる船に気づいてもらう必要があります。そのために火はとても重要です。大きな焚き火をして煙を出します。よいしょ。
ほら、ちゃんと煙が出てきました。煙を大きく出したいなら、まずは大きな火を起こして、それから生の植物を乗せます。これでは動画は以上です。サバイバルの流れはだいたいこんな感じです。何を先にやるか、何を後にするかを決めてください。